アイロン裏表逆かけたまたやってほら私間違えた今音向けやるまた間違ってるもうさよく毎回さヘマするよね。2日目こんにちは、リアンです。ついにカシュクールのワンピースを作り出して2日目の朝を迎えてしまいました。昨日は10時半ぐらいまでやったんですけど煮詰まってきてやめました。着てみて寸法ここの手の長さとか丈の長さを確認しようと思って着てみたらほら見てなんかおかしない？袖パツンパツンやねん。袖のパーツを作る時に単幅を横にしなあかんかったのを間違えて27センチの方を横にしてしまったんですよ。うまいこといかもう前と後ろの分もちょっとずれてでその分は寝てる時にどうしたらいいかちょっとひらめいたんでやってみようと思います。紐ところ私はこれ両端1センチに折って真ん中で折る。だいたい目分量で私やるんですけどもし心配な方がいたらこうやって私スケール代わりに厚紙に線5ミリとか1センチ幅で引いてます。でこれで1センチの目分量に合わせてこうやってアイロンかけていくと1センチが均等に取れていくよ。めんどくさいけどアイロンはこまめにかけるのが綺麗にできるポイント。私かなり面倒くさがり屋でかなり何でもはしょるけどアイロンがけはいつもこまめにやってますね。いつも見てくれてる皆さん表こうなってるのを裏返して半分に折って端っこ5ミリぐらいよいしょ細かいミシンの糸で縫ってあげる。ね、こうなってで見てここをちょっと折ってあげてここつまんでクリッとなそしたら角がピッと出るでしょ。これでこうやって畳んであげるとほら綺麗な紐状になるじゃない。でこの状態でミシンかけてでこう L の字に曲がって端っこまでかけると紐ができるんでちょこっとそこやっとこう。よし紐できた。こんな感じで紐ができます。じゃあもう一本作っとくね。よしじゃあ後ろ身ごろ作ろう。後ろ身ごろはお袖を外表に半分に折って型紙を乗せてカットしてください。背中心で合わせ縫い代1センチで縫ってアイロンをかけて割っておきましょう。袖を中表に半分に折って切りのいい塩梅のいいところで乗っけてあげて耳利用したいからね。はい切れました。でこの時にここのタックの印を写しときたいから小学校の時のヘラチャコペーパーを両面チャコペーパーを間に挟んでこれタック取りたいからね。ついた。それで後ろ身ごろできました。ここ1センチの縫い代で縫ってアイロンで割っておきます。ちょっと変な剥ぎ方やったの覚えてる？前身ごろをカットします。片袖にパーツで用意したところ1センチの縫い代で剥ぎ合わせておいてください。それを真ん中で2つ折りにします。するとこのような形になります。そのまま前身ごろの型紙を乗せてカットしてください。このピンクの部分に接着テープを貼っておいてください。袖の端っこに奥身の生地つけたね。これちゃんと間違えてないね裏表間違えてこれを両方につけたからこうでこれも中に印つけたいから外表に畳むね。でこっちも袖半分に折ってまっすぐ合わして前身ごろも左右対称で欲しいからみんな間違えないようにね。ほらこうやったら
ここちょっと足らんとこ縫えるでしょ。で縫い代も1センチ入ってるから端っこにぴったり合わせたらずれることがあるからな。切りますよ。いちいち言わんで。よいしょよいしょ。はい、綺麗に切れました。で前身ごろできました。これは接着芯を1センチ幅ぐらいに切ったものだと思ってください。たまたま持ってるから使うけど、なかったら接着芯1センチぐらいに切って貼ってくださったらいいです。なかったら別になくてもちょっとパリッてして仕上がりが綺麗かなって思うぐらいなので。でもちろん裏側に貼るんですよ。私に言い聞かせてるね。縫い代になるとこらへんね。スチームいらないね。これちょっとしたことやけどやっとくと仕上がりがちょっと綺麗かなって思います。洋服作るのってミシンとかで縫っていくのが一番大変なような気が私も慣れてない時はしてたんですけど、結構この下ごしらえが大変なんですよね。これさえちゃんとやっとけばもうミシンはもうほとんど出来上がりに近くて楽しいって感じだと思います。合うてるそれでこの間お話伺っててびっくりしたんですけど、他の方にも前々から言われてたんですけど、私の動画寝る前に見てくださる方が結構いらっしゃってありがとうございます悪い夢見ひんかったらいいんやけどな夢見れますように。なんかもう全然本当にお手にならへんから柿渋染めできへんよね。よし貼りました。色がちょっと違うような気がする。まあいいでしょう。まだこれやってなんでこれやってつけとくのかっていうとパッと見てパーツが何かわかるからそんなわけです。はい前身ごろできました。後ろスカートは直接測って裁断いたします。赤い文字が訂正後の寸法となります。丈78センチらは輪のところから34センチのところに印をつけます。こちらは48センチのところに印をつけます。直角に7センチ上がったところに印をつけ、34センチのところからここまで。ここの下の寸法は48センチの2等分、24センチのところ。この辺りまでまっすぐ線を引いて自然な流れでつないでカットします。丸印はギャザーを寄せる時の目印になりますので、輪のところから20センチの位置に印をつけておいてください。今までのワンピースはこう肩下がりがなかったからスカートの裾をいくらカーブを上げてもこう両方下がってしまってたんで、前回のパジャマの時に生徒さんの泉ちゃんに相談して肩下がりやっぱ先生つけやなあかんよってことで肩下がりつけたらちょっといい感じやったので調子に乗って今回も肩下がりつけてみました。やつね、さっき3枚入でねって言ってたやつをここ輪にして、はい水で消えるペンここ74センチ74、ここから74でこっちに34センチであっちに48センチ。お、48きっかりここや。で48センチのとこから7センチ上がる。なんとなく目分量でこんな感じ、自然なカーブ。それでここの74のところとこの34センチここやね。そしたらこのラインのところをカッターで切っていく。よいしょ。ほい切れた。それでギャザー寄せる印をつけとくから中心の輪から20センチのところ、ここから20センチのところに印をつけとくよ。ここギャザーをこの間ギャザー寄せるからビューっとね。で輪のところもつけとこう。後でギャザー寄せる時に中心合わせでやるとギャザーが配分よく寄せられるので何にも印ないと寄せにくいんですよね。目印あった方がいいんですよ。はい、後ろスカートできました。前スカートも裁断していきましょう。
用意したスカートを2枚重ねて外表に重ねてください。まっすぐに切ったこちらから74センチのところに印をつけます。こちらから75センチ線を引いて、この真ん中 37.5 のところに印をつけます。一番端から直角に7センチ上がったところにも印をつけておきましょう。61センチの印から7センチ上がったこちらまで印をつけ、ここからまっすぐ来て真ん中ぐらいから自然なカーブになるようにカットします。ピンクのところに接着テープを貼っておきます。ギャザーのポイントとなりますので、端っこから3センチ開けたところに印、40センチの間隔を取ったところにも印をつけておきましょう。はい、前スカートです。やっぱりみんな広いところで切ってこよう。狭いところで無理やりやったら絶対失敗するから。そやから図面の通り切ってちょうだい。私も広いとこ行ってきます。ふい。はい、スカート切ってきました。やっぱ広いところでやった方が段取りいいよね。早いしサクサクっと切れた。接着テープね、このスカートのここの斜めになってるところに貼っておきます。これ前でこうカシュクールで合わさるからね、芯貼っといた方が出来上がりが綺麗なんね。こうね、ここ結局こう三つ折りにして縫うから、ここに貼っといたらいいからね。これ余分な縫い代は切っとこうか。でこの時にちょっと糸こう作ってる最中に糸抜いた方が、結局この端の布で捨てるところの糸までわざわざ抜く仕事しなくていいので、この作ってる時に影響のあるところの糸だけ抜くようにして、ちょっとでも手抜きします。はい、ちょっとでもね、楽になるように。よいしょよいしょ。もみじやん切った。今日そこミシンあるからな。今日雨やから散歩行かれな。なんか変な音鳴ってる。あ、3D プリンターの音だ。なんか作らはるんやね。うち 3D プリンターあるね。私はよう使わんけどね。よし、できた。で貼れたよ、接着テープね。別にあった方がピッと仕上がりがかっこいいかなってぐらいやから、ない人は別になくてもいいんじゃないかなと思います。ほな次、袖を用意します。先ほど間違えたのはここですね。単幅34センチ、こちら単幅を置いてください。20センチ ×12 センチに用意した布を斜めにカットして、このように配置してください。縫い合わせる時は外表でこのように重ねて1センチの縫い代で縫い合わせ、これを開いてこのような形になります。袖用意しますって書いてあるね。で袖をここのね、マチつけやんと袖きついでしょ。だからね、こうなるように縫うんですわ。こうね、ロケットみたい。こうなるように袖のパーツを作る。だから中表にしてこうやってで振りか1センチ縫い代で縫って、こっちも1センチ縫い代で縫って、こうやってパターンパターンってやってアイロンかけて両袖分セットしましょう。縫えました。こっちの右側に倒しとこうか。待ってや、これ縫う時にこう縫うから、後で縫う時のことを考えたらこっちのちっちゃい方に倒しといた方が楽ですね。それではいよいよパーツができたので、スカートと上の部分とつなぎ合わせていきましょう。これちょっとミシンこうやな。後ろ身ごろを作りましょう。型紙の印通りタックを折って縫います。ここですね。スカートは粗い目のミシンを2本かけて引いてギャザーを寄せます。上下縫い合わせてギャザーの糸を引き抜きます。端はジグザグミシンをしておいてください。ではこれ後ろ身ごろ、ここにタックの印つけてあるでしょ。これタック折っていきます。
ほら私間違えて今裏でやったから逆向きのタックになった薄向きのタックになったから外向きにしたいから表向きでせえなあかん。もうということで皆さんタックは気をつけましょう。裏向けて取るのと外向けて取るのと向きが逆になるからね。ヘラで押さえてあるから見えるね。で中心に目打ちでもなんで中心に目打ちを置いてこっちの印をこう畳んであげると外向きのタック。それで縫うね傷は浅くてよかったぜ。失敗してもコメントで私もやりますとかって言ってくださる方がいるので、あ、よかったと思う。私だけじゃなかったって思う。はい、取れました。それで後ろ身ごろのタック。あれ、こっち外向きやの。また間違ってる。みんな気をつけてね。ちゃんと考えてやったできる。落ち着いて頑張れ私。よし。な。で縫う前に確認したらええねんな。縫う前にちゃんとはい外向きになってます。で縫うね。よし、外向きのタック取れたね。こう背中心ギャザーを寄せていきましょう。スカートじゃんね。後ろスカートは1枚でギャザーの取り方2種類やりましょうか。普通のミシンでギャザー取る方法とロックミシンでギャザー取る方法と、後ろ身ごろは普通のミシンロックミシンでやろう。なぜかというと距離が長いから。ロックミシン、私は異邦人っていう4本エアスルーのロックミシンです。でここにギャザー調節縫い目のレバーがあります。それの一番上の2にします。カッターは切らなくてメスは固定にしとこうかな。別に固定にせんでいいんやけど。それで後ろスカート取った時に上のところに印をつけたでしょ。ギャザー止まり止まりあったあった。ここからここまでと後ろ中心、ここの印と印の間をロックミシンのギャザーメモリで縫っていきます。よし、そしたら見てこれ4本ロックだから4本ロックっていうのは4本ミシン糸を使って縫うロックミシンなんですよ。でこっからここまで縫って、でここの上2本、この横糸2本、これ引っ張るとギャザー寄せれます。こっちも横糸2本、ここねこの2本をこれとこれを引っ張る。ちょっと引っ張ってみますよ。よいしょ。久しぶりギャザー寄せる。これよいしょちょっとこの寄せてあるところが寄りにくいね。糸切れないようにちょっとずつね。ほら、こうやって意味わかる？寄ってってるの。最近ここ何年もロックミシンでギャザー寄せてるから普通のミシンのギャザーが上手に寄せれる自信がないだから前スカートをちょっとギャザー寄せるとこ少ないから前スカートは普通のミシンでしようと思いました。である程度寄せれましたね。さっき裁断の時に言ってたこの真ん中のこの接中心に合わせるのがポイントになってきます。ではこれ今裏がこっち向いてる。で後ろ身ごろの上も裏がこっちで肩がこっち、タックさっき寄せたところね。でここが接中心で、ここ印つけてるここが接中心で、こことここをつけるんやけど、これをつける時に中表にせる。もうねこれ皆さんに分かりやすく言うてる意味もありますけど、私が間違わないように言ってる意味もあります。でこうですね、こうつくの、こうつくから片方で表を、だからこれをくっつけようと思ったらこれをひっくり返してこうなるんですよ。でさっきのここ接中心マークとここの接中心マークを合わせて待ち針。そうするとギャザーの配分がこっからこっち均等にいくでしょ。ここに印がついてなかったらギャザーがこっちに寄りすぎたりあっちに寄りすぎたりするわけなのよ。で
こを合わせていってね。でギャザーの分量を配分していきます。よいしょ。ギャザー見るよ。ほらね、いい感じね。でギャザー寄ってない平坦なところはこう普通に合わせたらいいから、それでここ真ん中合ってるから、ここでこうやって合わせて、こうやってギャザーを均等に、こっち今こっちにいっぱい寄ってるから均等にギャザーを振ってあげる。だからタックを減らした人はギャザーもこうちょっとになる。タックを深く取った人はギャザーもいっぱい寄るっていうことですね。はい、大まかにギャザー寄せました。そしたらここを縫い代1センチで縫っていきます。よし、縫うぞ。で縫ってる時も目打ちでこうキュッキュッと押し込むようにしながら、こう太いギャザーあると膨らんで見えるから細かく見えるようにこう押さえ込みながらやっていきます。合ってるんかな。私はそう思ってやってるけど、どうでしょうね。ほなもうこう誰に習ったわけでもないので。縫えました。じゃあどんなになってるか見てみようか。裏表間違えてませんように。じゃあひっくり返します。できました。いけたね。こっち背中心でギャザーで糸抜いて、ちょっと細身いけるかな。私キチキチやったりして大丈夫かな。まあカシュクールやし。で今寄せたギャザーのこのロックミシンの糸を抜いちゃいます。でロックミシンのほどくのはこの横糸のところ、さっきギャザー寄せるのにあった横糸の2本をこうやって入れて、これもその友達のお母さんに教えてもらいました。で引き抜く。でこっちもこのほどき方間違えるとロックミシンほどけにくいですからね。そしたら面白いよ。いくよ。ピロ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 、はい、ピロ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 とほどけますね。糸の始末ジグザグで端っこ縫っていってください。私はロックをかけていっちゃいます。身ごろの方に倒してミシンで押さえておきましょうって書いてあったね、私ね。じゃあそうしましょう。こっちスカートでこっち身ごろだから、身ごろの方に縫い代を倒してアイロンしておきます。よいしょ。これウエストここで何センチか分かるよね。すっごい細いような気がする。よいしょ。74、ウエスト80。ちょっとあれやから前身ごろの方で私もうちょっと出そうかな。これじゃあちょっとキツキツやと思うわ。だってほら、そんな気がする。でも出来上がり寸法110センチぐらいのはずやねんけどな。前身ごろが長いのかな。まあ作ってみようか。ちょっと押さえとこうか。ギャザーあんまり膨らんでると太って見えるからね。はい、後ろ身ごろできました。ちょっとずつ一個ずつ丁寧にやっていけばそんな難しいことはない。ほら後ろ身ごろできました。こんな感じ。よし、じゃあ次前ね。前身ごろを縫いましょう。前身ごろも後ろ身ごろと同じようにセットしていきます。タックを一つ取りギャザーを合わせていきます。上下合わせて縫い合わせ上にアップしておきましょう。前身ごろをタック取っていきます。さっきちょっと後ろ身ごろで狭いような気がしたから前身ごろのタック3センチ3センチあるんですけど1センチずつ減らして2センチ2センチのタックにします。そしたらここ2センチ今日広くなるからね。ちょっとだけやけど。だからこの前のタックもお外向きになるようで、これ今裏だからここ真ん中を押さえて2センチやから1センチでしょ。真ん中押さえてで外向きやな。ほんのちょっとだけ5ミリ5ミリ残して2センチのタックにします。よいしょ。そしたらこっちもちょっと気持ちだけのタック、こんな感じ。ちゃんと外向きになってる。ちゃんと確認するよ今度は。はい、こっちもちゃんと外向きになってます。はい、じゃあ
じゃあちょっとちっちゃいタック仮縫い。はい、タックちょっぴりだけ入りました。じゃあ次スカートね。で前身ごろも同じようにさっきの後ろとね同じようにギャザー寄せていきます。今度はこっちのミシンで普通のミシンでギャザー取っていきます。1センチの縫い代のところで縫うから5ミリと8ミリぐらいのところに2本大きめのミシン目で縫いますミシン目をうんと大きくして4か5ぐらい。めっちゃ久しぶりこの直線ミシンでギャザー取るの。でまず5ミリぐらいのところに普通のミシンだったら糸調子緩くしてやるんやったっけかな。私もうこれ職業用ミシンとロックミシンになってからやってないな。まあできると思う。大きい目でまず5ミリのところを縫う、で糸長い目に取っておく。2ミリぐらい開けて糸長い目に出しておいてもう一本縫い目入れる。で長い目で出す。下糸引っ張るんやったかな。合ってる合ってる。そしたら見てみて。ちょっと黒糸で分かれへんでごめんねここからここまですごいゆったりとした大きい縫い目で縫ってあります。これの下糸を引っ張ろう。下糸っていうのはこっちのボビンから出てる方の糸、こっちかねを1本ともう1本どこや見にくくてごめんね。こっち出して引くよ。あ、いけたいけた。よいしょ。下糸を引くとギャザーが寄る。できました。ちょっとほっとしました。で糸切れるからちょっとずつねいっぺんに引っ張らないでちょっとずつこうやってちょっとずつね。これ切れたらショックやからね。太い目の30番とかのミシン糸でやってもいいかもしんないけどいちいち糸付け替えるのめんどくさいじゃない出た私めんどくさい。あ、はい、こうやってギャザー寄りました。はい、じゃあさっきの後ろ身ごろと同じように配分していくよ。そしたら今度ここ1センチずらして留めるよ。縫い代でひっくり返す時に分かるからね。ちょうどこの接着テープが1センチあるからここ1センチスカートから1センチずらしたところに上をセットして配置します。こんな感じです。端は脇はぴったりで大丈夫です。この1センチずらしたのは端っこ始末する時に分かりますからね。ギャザー始まりのとこまで平らだから待ち針打っといてあげて、よいしょ。そしたらこの幅にここの上のここの幅にギャザーを広げて均等に配分していくよ。どんな感じ？よいしょよいしょよいしょ。こんな感じで止めて。ママちゃん、今日雨降ってるから散歩行けないの。もうそんな時間？あ、もう5時か。すごいな。雨降ってるのよ。だから散歩行けないのよ。ごめんよ。できました。でこんな感じでまた1センチのところで縫い代縫ってアイロンかけて広げて同じようにやっていきます。頑張るよ。はい、できたできた。前身ごろ。はい、前身ごろつながりましたよ。ギャザーちょっとねもしかして私には寸法小さいかもと思ったからタックを3センチのところを2センチちょっぴりに敷いてみました。大きすぎたらしゃあないなって感じやねそんで後ろ前と後ろの肩をつないでいきます。こっちがね接着芯ついてる方が内側やからね。で後ろ身ごろにね肩と肩縫い付けていきます。中表に合わしてもうほら私の型紙やろ。肩の長さが違うやん。どうするいやじゃあこことここを合わせてほんなら肩
肩斜めにしようか。じゃーん。チャキチャキ。じゃあ反対側もね。どうやねんろ、洋服のパターン的にこういうことしたらどうなるんでしょう。なんでこうなったかっていうと原因わかるんですよ。日本のカシュクールのパターンから着物のやりやすいように直線に線引っ張ったんですよ。肩のところ、この脇のカーブのところをパーンと直線に線引っ張った。それがこういう今起こっている原因ですね。もうワンコは夕方になったらご飯ちょうだい、散歩行こうって言うし、肩幅は合わへんし、よしどうや。なんかライン的にはおかしくないような気がする。ほら当たり前やね、サイズ合わせて切ったからぴったり。前身ごろと後ろ身ごろの肩を縫います。ジグザグで始末します。じゃあ肩のところ1センチの縫い代で縫ってジグザグミシンかけてアイロンで広げておきます。私はロックミシンで一発で切っちゃいます。袖を縫っていきます。図のように重ねて縫います。ジグザグで始末しておきましょう。袖をつけたらジグザグミシンでこのところを始末しておきます。訂正ポイントとして肩、こちらのところを縫うときに肩の縫い線後ろの方に2センチ袖中心ずらして縫うといい感じに仕上がりました。ともう大きいから広げても分からへんと思うから、この説明の図を見てください。図のようにやっていきます。これできた。でまた押していきます。これ縫えたら次は襟のバイアスです。いよいよ。じゃあちょっとバイアスやっていきましょう。説明も見てね。バイアスで襟ぐりを始末します。詳しくは動画をご覧ください。さっき作ったバイアステープ出すよ。はい、これね。剥いだところ、ここちょんちょんと出てたので切ってきれいに揃えときました。3センチのバイアスで、この襟のスカートの上身ごろのここからぐるっと貼ってこっちまでね。ここも接着芯貼った方が良かったかな。まあ後ろやからいいよね。じゃあ早速つけていきます。表がこっち側になります。もうね、大きいこの今までないサイズのもう着物一着ほとんど使ってるし、こんないっぱい分量のワンピース初めてで私が考えたんやけどね。寒い時に羽織れて夏はワンピースで着れる中コートにしたかったんですよ。ここスカートで、こっから上身ごろで前身ごろの上、後ろ身ごろの首、反対身ごろになります。ここに始末をバイアスでやっていきます。バイアスはワンピースはこっちが表、バイアスは裏が表になるようにしてここにセットしていきます。でこうやって畳んでこう折り込むからちょうどいいねんな。斜めになっている端っこに合わせて待ち針ぐるっと打っていくよ。ぐるっとね。よいしょ。比較的直線だからバイアスしやすいと思う。襟ぐりのカーブがキュッてなってちっちゃい丸っちいとことか袖口とかのバイアスの始末はバイアス引っ張りながらカーブつけてやっていかなきゃいけないんだけど、これほぼ直線だからそんな難しくないですね。で市販のバイアス買われた方は四つ折りになってると思うから、折り目一本のところでカットしてこう三つ折りの状態にしてください。でここの角まで来たら余分なところをピッと切る。ちょうどね襟のところがクーってなってストンとなってるから、クーってなってるとこを端っこに合わせてみました。こんだけバイアス余りましたね。ここかけとこう。じゃあこのところ1センチにしとこう。だって縫い代1センチで作ったんだもん。でこれをミシンかけていきます。
はい縫えた。そしたらカーブのところを切り目入れていきましょう。首のこの辺ね、縫い目切らないようにカーブになるところ、裏のいらんとこ切ってしまわないようにね。最近ご飯美味しくていっぱい食べちゃうわ。困りますね。こんな感じかな。直線のとこは切らなくていいと思います。でちょっと包み込むのに2ミリほど切っておきましょう。先に8ミリにするかな、1センチにするかなって言ってたのは三つ折りにするから、1センチまんまよりもちょっと2ミリぐらい切っといてあげた方が包みやすいからね。別に切らなくてもいいと思うんですけど、私はちょっとだけ気持ち切るかな。すんげえ真面目に作ってる。いつも真面目やけどすっげえ真面目に作ってる。じゃあ次ね、折りたたんでいくよ。よし、だから動画でちゃんと言うといたらへんと分かれへんなるね。分かるわよね。はい、すいません。はい、じゃあこれは襟の端っこのところをね、余分な糸は切っといて、ここのところ、これね、さっきのここのところをこう一つ折って、でこの縫い代を包み込んであげて、それで裏に倒す。で待ち針。どっち向きがやりやすい？こっち向き？こっち向きやね。でこれをずーっとやっていくんです。折って待ち針。あ、ももちゃんもお腹いっぱいになったら今度いびきして寝始めましたね。可愛いですね。めっちゃ大きいいびき。あれワンちゃんです。ワンちゃんのいびきです。こんな感じ。表から見たら縫い目が見えない、縫い目っていうかこう端っこがこれ入って見えなくなってる。これをずーっと向こうまでやっていくよ。でカーブのところはちょっと引っ張り気味にやって、心持ちぐっと規制が入るような感じで縫っていく。でこれを縫っていきます。このバイアスの端っこから均等というよりも襟線から均等をイメージしてやっていくと出来上がり綺麗だと思います。合間合間に目打ちでこう三つ折りの時と一緒にしごいてあげるといいよ。小さなことからコツコツと。よし、はいできた。縫えたよ。うまいこと言ってますように。じゃん。あ、いけた。いけました。いけたね。じゃあこれをアイロンかけてできたら次脇やね。はい、頑張れ私。頑張れ私。よいしょ。糸紺の方が良かったかな。帰るよ紺の糸っていうのね。アイロン OK です。じゃあ脇のところを縫う前に襟から下までずっとロックミシンかけて、ほんで脇縫っていこう。脇を縫います。右前身ごろは紐通し口にするので2センチ縫い飛ばします。中表に合わせて一気に下まで縫っていきます。縫い代はアイロンで割っておきましょう。今ロックミシン上に上げようと思ったら下に置いてあったアイロンでジューってめっちゃやっちゃったので、腫れ上がらないようにとりあえず今冷やしてます。大概冷やしてたら水ぶくれにならないもんね。もうおばちゃんやからさ、いっぺん水ぶくれになったらなかなかあといけへんから気をつけましょうね皆さんね。で脇の下をずっとロックミシンするんです。そっか、これ右だけ穴開けるからやっとけばええねんけど、左は穴開けへんからロックで一気に縫ってへんやん。だからこれがこうなって着物と逆、なんかこっちの方が落ち着けへん。着物と同じにしたらあかんのかな。どっち前？カシュコールは左前こうやって、そやからこっちに穴開けるから
こっちだけ始末してこっちは2枚一気に縫うてっていうことやな。オッケー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 。頑張ろう。袖のロックミシンだったかな。縫えました。だからこっちの方は脇の下を2センチ開けとこう。こっちの右前身ごろの袖の話ね。右前身ごろはカシュクールの紐が通る穴を開けとかなあかんから、図面の通りスカートの上こう2センチ開けときます。なんで脇の下と脇の下合わしてんのに、なんで後ろと前の長さが違うで。要研究やね。でもスカートの長さは一緒。あ、袖でええ加減なことやったから、肩んとこええ加減なことやったから皆さん、なんか今回の型紙いけてないよ。肩の後ろラインがずれる。私は肩をずらしたからスカートが短くなった。後ろスカート4センチ伸ばすっていうのもあるよね。 OK。 片っぽできたからちょっと手通るか通してみよう。片方だけ羽織る。こっちテストでいい感じになりました。じゃあこっちも同じように修正していく。もうちょっと長くがあと5センチぐらい長い方が良かったかも。あと5センチぐらい長くしたら七分袖、半袖になっちゃうね。次、今のまんまだったら半袖になってしまいました。私は七分袖が欲しかったので半袖で諦めようと思ったけど納得いかないので、どうやったらいいかなと思ってカフスをつけて7センチ伸ばして七分袖することにしました。使って残り切れも少なくなってたんですけど、襟がまるっと残ってるのでこの襟を切ってカフスにしたいと思います。おまけとして半袖丈になってしまったので七分丈にしたい人はカフスをつけます。上襟を33センチでカットして2枚ご用意ください。これを端っこミシンで縫って半分に折って、それをこのようにしてつけてカフスにして七分袖としました。じゃあちょっとうまくできたかどうか。じゃーん。はい、オッケー。カフスできた。カフスでアイロンで押さえて、縫い目はこっちの本体の方に倒しておきましょう。カフス知ってると便利。違う色でやってもいいよね。アクセントになるよ。これでちょっと七分袖になったか着てみましょう。よいしょ。はい。ほら全然違う七分になりました。こっちはこの長さです。こっちはちょっと納得いかんで伸ばして、カフスいい感じでついたと思います。じゃあこっちも同じようにしてつけて仕上げていこう。無理。じゃあ次、スカートの前立てと裾の始末をやっていくよ。こんな感じ。紐の端の始末とスカートの前端の始末は動画をご覧ください。それで前端と裾の始末をしたら出来上がりです。スカートの前立てのここの始末をしていきます。まずアイロンで形をつけてから縫っていってやっていくとやりやすいのでそうしていきます。まずこっち今こっち裏向いてますね。で裏の方に向けて接着芯1センチ貼ってあるこれ縫い代分1センチ折ってよいしょ、アイロンで印をつけていきます。はい、じゃあ折り目つけれたら今度反対側に返します。ひっくり返して今度私の方が表ね、上表にしてこの1センチ折れたとここのように2センチほど折ってアイロンで印をつけていきます。こう折れてるでしょ。ここ下から3センチのところにミシンをこの2センチの幅まっすぐかけてください。そしたらまずここの上
こを1センチほど残して切っちゃいます。それでこれを開いて、こっから5ミリぐらいとこ切って切り落とします。はい、切れました。そしたらここのミシンで縫ってあるところ、ここを折って押さえたまま返します。クリッと。とほら綺麗でしょ。それでこっちで見ていただくと、ほりこういう仕上がりになるのさ。こう返して、これをクリッと返すとこういう前の仕上がりになります。そうしたらここの裾のところは 1.5 ミリ 1.5 センチで折ってこのようにしてあげると綺麗にここにすっぽりと入って 1.5 センチの三つ折りで裾の始末ができます。からここをカゴコーナー作ったら裾を 1.5 センチに折って 1.5 センチの三つ折りにして中に入れちゃって、それでくるーっと縫っちゃいます。で前立てもアイロンかけてくるーっと上まで縫うんだけど、その時に紐をセットします。あと折ったらここに最初の方に作った紐ありますね。この紐の始末していない方をここに挟み込んでこのように折ってで前立てをトゥトゥトゥッと縫ってここまで切ったら OK。で紐はミシンでここまで縫えたらこのように折り返してここちょっと押さえミシンかけておきます。それをやれば出来上がりです。ではやっていこう。できた、やっとできた、やっとできたよ。四苦八苦しながらチャレンジするっていう感じですね。ではお着替えしてきます。おうできました。カシュコールワンピースです。大変やった。今日2日間かかりました。今日は作り方っていうよりもドキュメンタリーですね。リアンが苦労しながらカシュコールワンピースを作った出来上がりをお披露目する動画って感じでいかがでしょうか。普通に着たらこんな感じです。気をつけピここがねこうなってるの、こうなってるの。それでいろいろやって長さは私的にはあと10センチぐらいあった方がいいんですけど、お着物のすごい分量いっぱい使ったんでちょっと寸法的に10センチ長くするのは無理でしたね。で手がうっかり半袖になってしまいそうだったんでカフスをつけて大正解でした。望みの七分丈になりました。全体的にワンピースとして着た感じはこんな感じです。ギャザーが思ったよりたっぷりあったのでこのギャザーの分の分量を減らしてもよかったかなと思う。今度またサマードレスでちょっとギャザーの少ないボリュームのない感じのワンピやってみたいと思います。それでコートとして着たかった着方をやってみるね。こう後ろの紐ほどいてでここの脇のとこの紐ほどいてこんな感じ。ちょっとね羽織って出かけたかったの。シュッとこうワンピースにもなってこうガウンみたいにもなって着れるようなワンピースを作りたかったんです。こうやって着た方が私的には好みかな。丈の長さもコートみたいにしてちょっと羽織るんだったらちょうどいいかと思います。暑い時とか寒い時とかにちょっと羽織れるようにね。シルクやからもちろん着心地いいし。このコモンの柄大正解でしたね。着物として見た時はなんかいまいちピンとこなかったんですけどこの波のような模様が涼しげに見えていいと思います。なかなかどうでしょうなんか今まで同じような感じが多かったから違うような感じができてよかったと思います
大変やったけど頑張りました。もしよかったら心温まるグッドマークとチャンネル登録していただけると嬉しいです。これからどんどんもっともっといろんなことチャレンジしていきたいと思っています。今日はコモンからカシュクールワンピ作りました。コモンちゃんね、こんな感じで。またお会いするのを楽しみにしています。リアンでした。バイバイ。こんにちは、一貫針のリアンです。リモート教室を不定期に開催しています。詳しいことをお知りになりたい方は動画のタイトルの下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。 YouTube ではお伝えできない技術やコツなんかもお教えしております。よかったらリモート教室の詳細ご覧くださいませ。ただいま募集中です。よろしくお願いします。